皆様こんにちは、コピオです。今日はですね、カンカン種についてちょっとお話ししたいと思います。初めてね、見ていただいた方にもわかるようにですね、紹介ですね、してみたいと思います。私ですね、いろんな動画を撮ってるんですけれども、カンカン種の方ですね、顔のブツブツですよね。カンカン種の治療器を題材にして動画も撮っております。私、カンカン種ひどかったんですね。50を間近にしてね、もともとブツブツ、すごい悩んではいたんですけれども、もうなんか限界というかですね、もう外も歩きたくない、お化粧してても楽しくない、顔を隠したい、顔出したくないぐらい、ひどくなってしまったんですね。で、ずっとですね、カンカン種治す治療ですね、してみたいなってずっと思ってはいたんですけれども、あまりにもひどくなったので、もうこれはもう、もしですよね、治療がどんなものかまだ全然わかんなかったので、万が一失敗とかね、どんな風になっちゃうのか、施術の後が治らないとか陥没してしまうとか、そうなったらもちろん嫌じゃないですか。それでもね、ちょっとぐらいなんか失敗して傷とか残ったとしても、それでも今の顔よりマシなんじゃないのかと思うぐらいひどくなっちゃったので、なのでもう治療に踏み切ったんですね。どんな治療をしたかを説明させていただくとですね、一番最初の動画ですね、上げているのがレーザーの治療ですね。美容整形外科ですね、行きまして、レーザーの方でこれだけ打ったんですね。その時はですね、陥没するような感じで真っ赤にね、跡もすごくなっちゃったんですけれども、それでも痛みも消えて平面のお顔になれるのかなみたいな感じで期待してたんですけれども、ダウンタイムが終了して時間が経つにつれてですね、カンカン種が元に戻ってきちゃったんですね、なんと。びっくり。これにはちょっとびっくりです。出てたものを削ったのに元のように出てきちゃったんです。ちょっとすいません、レーザー失敗みたいな動画も上げてしまっているんですけれども、あれちょっと表現としては大げさかなと思うんですけど、失敗といってもですね、もちろんなくなってる箇所ももちろんありました。目の上、まぶたの上の箇所は多分ね、肺粒腫なんだと思うんです。その辺はですね、取れて戻ってないです。なので、肺粒腫にはレーザーがすごく効果的なんだと思いました。で、この辺ですよね、カンカン種はブツブツ出てたものはやっぱりボコッとまた出る感じで戻ってきちゃったので、私的にはカンカン種にはレーザー効かないんじゃないかなってちょっと思った節があったんですね。でもですね、もしかしたらですよ、これは私試してないからわからないんですけれども、レーザーを何回もね、何回も繰り返せばもしかしたらなくなるのかもしれないですし、想像の範疇でしかないので、そうじゃないかもしれないっていうことをお伝えしておこうかなと思います。はい、こちら私の動画見てくれる方ですね、カンカン種でお悩みの方がやっぱり開いて見ていただけてると思うんですね。で、直したいじゃないですか。なくしたいですよね。皆さんね、皮膚科とかで相談しても、カンカン種はちょっと治らないよみたいな感じで、もうドクターの方からね、お手上げ状態みたいな感じでね、言われたって方もすごい何人もね、そういうコメントくださいました。わかります？私もそうでした。普通の皮膚科ですよね。普通の皮膚科に行って、カンカン種、こういうの治らないんですかねって言うとですね、皮膚科医さんもたくさんいると思うんですね。なので、カンカン種自体をちょっと知らないというかですね、扱ったことないんでしょうね。来たことない。これ私の今の話も何十年も前の話なのでね、かなり昔なんで、こんなにカンカン種をですね、治療するって人も少なかったんじゃないかなと思うんですよね。なのでね、お医者さん自体も見たことない。患者さんに来ないっていう皮膚科さんが多かったんじゃないかなとは思います。病院行っても、それはちょっと治りませんよって断られたっていうコメントがすごく多かったです。めっちゃわかります。私もそうでした。ねえ。でもね、やっぱりもう時代もね、そこから何十年も経ってますので、はい、私もね、この50歳になって治療に踏み切るという行動を起こした時にですね、改めてまた探してみたらですね、見つけたものはポテンツァっていうものだったんですね。はい。で、いろんなね、サイト調べたり、YouTube で見てみたり、ポテンツァっていう機械があるんですけれども、その中に、針がね、確か十何種類あるんですけれども、その中に
カンカン種用の針って書いてあったんです。これはちょっと期待大ですよね。だってカンカン種を知り尽くして研究されて作られた針ですから、治す目的なわけですよね。わ、これはちょっと試さなきゃいけないなと思ったんですね。YouTube でですね、治療器ですね、出されてる方も結構少ないし、たまにね、海外の方もいらっしゃいますけどね、何言ってるかよくわからなかったし、治ってんだか治ってないんだかもちょっとよくわからない感じで、なのでね、私、たまさか YouTube やってましたので、これはちょっと私が、このカンカン種治療器やらないとダメでしょうと思ったんですね。どうですか？皆さんの周りにカンカン種ある方っていますか？どうでしょう？実を言うとですね、私の周りには一人もいないんです。すごいですよね。ってことは、カンカン種民って何人に一人なんでしょうって考えたことありません？ 30 人に一人は絶対いないと思いません？だって学校にね、クラスとかで見てても私以外でカンカン種ある人いませんでしたからね。ってことはやっぱ50とか100人に1人とかなのかな。ちょっとそこまでのね、統計は私も取ったことないので、全然わかんないんですけれども、要するにそのぐらいカンカン種って特殊だと思いませんか？自分が通っているクリニックさんを、紹介する動画も上げてます。そしたらね、皆さんね、コメント欄にもいっぱいいただくんですけど、私の動画を見て、すごい励まされて、踏ん切りがついて勇気出ました。コピオさんと同じところに行ってみますみたいな感じでですね、コメントたくさんいただけて。後押しというかですね、後押すつもりは私ちょっと、そこまでね、責任取れないので、後押すっていうつもりはないんですけど、皆様の勇気、が出るために、元気づけられたのかなと思うと、やっぱすごく嬉しいので、はい。あとそういったね、お礼のコメントとかいっぱいいただけて、それ本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。あとね、皆さんがね、クリニックにいてですね、そこで多分カウンセリングの時にね、私の名前を出してくださってるんでしょうね、多分ね。はい。なのでね、クリニックさんからもありがとうございますってね、言っていただけました。はい。別に私何もね、してないんですけれどもね、感謝していただけてね、なんかすごい嬉しかったので、はい、それはもう本当ありがとうございます。私はもうすごいポテンツァ気に入ってますので、もともとね、肌が綺麗な人じゃないので、カンカン臭はすごく減りましたけれども、シミとかね、やっぱもともとあるイボみたいなものは残ってますので、こういったのはね、お化粧で消したりしてね、頑張って楽しんでお化粧してます。でもね、見て、こういうとこ、本当にね、綺麗になってきてる。だから打ってダウンタイムはもうすっかり終わってるんでしょうけど、2ヶ月以上経ってますのでね。けど、そっからまたなんか、あれ？なんかちっちゃくなってない？この赤み。みたいな感じにね、減ってってるんですよね。これ以上綺麗になっていくかどうかわからないんですけれども、もしかしたらですね、この赤みがもっと引いていくとかってあるかもしれないですね。治療器のね、説明、途中ですね、ごめんなさい。なんかいろいろ話挟んじゃってね、行ったり来たりしてすいませんけれども。で、私、ポテンツァの方ですね、モニターで10箇所を3回、の施術を最初してるんですね。それがですね、このあたり、本当目の近くの、本当に目立っていた10箇所ですね。そこを3回やったんです。みるみるとですね、綺麗になっていって、もうポテンツァすごいと思ったんですよね。もうこれは本当にもう、私には合ってると思ったので、ちょっとこれはもう全顔やりたいなということでですね。3回終わった後ですね、全顔の3回を申し込みました。気になる方はこちらの動画見ていただくと、詳しい内容が書いてあります。なので、ここの目の周りの10箇所ってところは全顔にも入りますので、計6回打ってるんです。この全顔は3回ということで終了してるんですけれども、ねえ、だからお金があればもっとやりたいんです、本当は。美容医療なのでね、やっぱり全然お安くはないんですよね。皆様もね、やっぱコメント欄に読むと同じ意見でね、やっぱり安い買い物じゃないので、
考えてるみたいな感じでね、書いてる方ももちろんいらっしゃいました。なのでね、やっぱり私は一応、ここに通いましたよっていう感じで動画上げてますけれども、今一度ですね、皆様もどうぞ検索してみてください。ポテンツァをやりたければポテンツァカンカンシュって入れればですね、Google さんでもですね、YouTube でもですね、出てくると思うんです。もうちょっと安いとことかもしかしたらあるかもしれないので、私が行ってたところは関東の立川ですけれども、もっとご自分のお家に近いね、通いやすいところもあるかもしれないのでね、今一度検索してみて、ポテンツァをね、扱っているクリニックさんすごく多いので、もしね、あれだとそこに電話して、聞いてみるのもいいかもしれないです。カンカン種は対応してますかっていうことで、皆様もご自分の通いやすい場所でですね、探してみてください、ぜひ。あとですね、皆様の気になるところは多分、ダウンタイムとか、その痛みとかですよね。ダウンタイムなんですけれども、ポテンツァ自体で歌ってるのが、ほぼダウンタイムはもうないみたいな感じなんですよ。私の場合はなんですけれども、もう打ったらその場ではもうものすごい赤く腫れた感じになるんですね。で、その日の夜にはね、その赤みも引いちゃうんです。はい。で、次の日にはもう、そういうちょっと赤みとかあればですね、コンシーラーとかで隠してお化粧できますので、次の日からですね。はい。なのでもうダウンタイムはもうほぼ、あんまり気にしなく、人によるかもしれないですね。それはわからないですけど。で、痛みはですね、輪ゴムで弾くような感じで、もし脱毛とかね、された方いらっしゃったらですね、脱毛も、小池は痛かったりとか、しませんか皮膚の薄い部分とかですね。そういう時結構、痛いバッチって痛いってなるんですけど、感じぐらいの痛みですね。はい。なので、全然我慢できない痛みではないですね。私は全然なんか、綺麗になれるためなら全然耐えられるみたいな感じの痛みでした。はい。ちょっとまとめるとですね、ごめんなさい。再度言わせていただくけど、私の場合はですね。はい。皆さんがそうとは限らないので、そこはご了承ください。私が思うにですね、レーザーやったのも良かったんだと思うんです。なんでかっていうとですね、目の上。私、目の上もね、肺粒腫かな。ブツブツがすごくあってですね、二重のとこに被ってきちゃってですね、ブツって。で、それのせいでね、もう、ほんと嫌だったし、目尻のところにもブツンってできてて、そこがね、アイライン引くとそこに引っかかって、ボコンってなっちゃうみたいな。化粧もできないみたいなぐらい、もう散らばってあったんです。はい。なので、そういうとこはね、もしかしてレーザーで取れてるような気もするんですね。ポテンツァは、眼球の上は打てませんっていうことだったので、そこはレーザーで取れてよかったかもしれないです。だから、もしね、ポテンツァ終わって、まだまぶたの上やりたいんだよ、ここ気になるんだけどやってくれないんだよって人はね、もしかしたらレーザーでいけるかもしれないので、一度ね、あんまりにも気になるようでしたらね、レーザーも考えてもいいかもしれないなと思います。あとやっぱり実感するのは、ポテンツァって、1回きりじゃ効果を感じられないと思います。3回、4回はやらないとあんまり効果出ないって、なんか、聞きました。なので1回目でね、がっかりしないで、その2回目、3回目やってみて、あれなんかちょっと綺麗になってきたかも、みたいな。になればね、その方はポテンツァ向いてたんじゃないかなと思います。あとね、ポテンツァで治療したいんであれば、カンカン腫瘍のニードルを扱っているところ、針がね、いっぱいついてるニードルのね、やつを扱っているクリニックさん多分すごく多いんだと思うんですけど、カンカン腫瘍の一本針を扱っているクリニックさんもしかしたら少ないかもしれないので、そこはもう必ずですね、行く前に電話か何かでチェックした方がいいです。じゃないと無駄足踏むことになっちゃうので、行ってからね、カンカン腫やってませんよってことになったら一番最悪なので、確認してから行った方がいいと思います。私のね、動画を見て、すごい元気づけられて、やる決心がつきましたとか、聞くのも励ませたってことは嬉しいですし、あとですね、やった後ですね、行ってやっぱり良かったっていうコメントもいただいてますので、やっぱり私が動画でね、自分の汚い顔面を晒してですね、
一生懸命こう、治療費をですね、上げていったこともね、無駄じゃなかったのかなとちょっと思ってね、すごく嬉しいです。はい。そのことをね、ちょっと家族にもね、伝えてみたらね、言われました。わかる？だってすごい肌変わったよね。綺麗になったよねって言われました。家族から見てもね、これ、まあ、こうやって近づいてね、よーく見ると全然肌綺麗な人ではないんですよ。韓流したみたいにツルツルスベスベのお肌ではないんですけれども、元の私の肌からですね、比べるとですね、ものすごく綺麗になってます。うん、本当に思う。こうなんだろう、ツヤがさ、やっぱこの平面に近づいたからこう光沢も出てるんだと思うんですよね。もう本当に私の場合はですね、ポテンツァが合っていてですね、やってよかったので、そしてですね、もしもまたお金が貯まったら、今度はね、ポテンツァのその前眼もやってみたいですよね。そのお肌きれいにするっていう針がいっぱいついてるやつで、全部ダダ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 って多分あれ超痛いみたいですけど。ね、カンカン種も、まあ、カンカン種自体ももうちょっとアプローチしたいなとは思うんですけどね、お金があればですね、やりたいと思います。はい、では今日はね、そんなところでポテンツァについてお話しさせていただきました。で、私もね、まあ、そのポテンツァ治療期終了とは全然思ってないんですね。一旦お願いした施術は終了しておりますので、一回まとめてね、みんなこれからやろうという方にもね、お伝えしたかったので動画に撮ってみました。ではまた次回お会いしましょう。